こんにちは。今回はゴーヤにチャレンジしたいと思います。同じゴーヤなんですけど、全然違います。多分ゴーヤの種類が違うんだろうなと思うんですけど、なんかゴーヤの苗を買う時に、なんとかゴーヤっていう風に名前がついてたような気がします。こっちはちょっといただいたんですけど、これはうちで家庭菜園でできました。記念に書いてあげようと思うんですが、なるべく避けたいモチーフだなと思うので、どうしたら簡単に描けるかなとずっとにらめっこしてたんですけど、描いてみたいと思います。ちょっと私はこっちのゴーヤが描きたいので、これをちょっとメインにね描かせていただきます。多分ゴーヤはどこから描いてもゴツゴツしていれば、間違いなくゴーヤに見えると思いますので、角度とかはあまり気にしないで普通に置いてしまっていいんじゃないかなと思いますね。で、縦線がこんな風になっていて、手の模様ですね。で、あとはゴツゴツしているということになっています。縦模様ですね。鉛筆でこのゴツゴツを少し描くだけでももうゴーヤに見えるので、意外にゴーヤは特徴があるので大変ですけど、つぶつぶはでもゴーヤはゴーヤになりやすいのかもしれません。全部描くと大変になっちゃいますので、大体のゴツゴツをブツブツですね、このイボを描いて、これでもう下塗りをしていってしまいと思います。どうしたら簡単に描けるかなと思ったんですが、マスキングをしてしまおうと思います。シュミンケのチューブマスキングです。これをねしてしまいます。光がね光っていますので、光の方に、マスキングをしていただければと思います。多分このマスキングを結構丁寧にするとゴーヤになりやすいのかなと思いますね。塗る時に簡単なのかなと思うので。でもこの辺だと適当になっちゃいますね。隙間は点々点と適当でいいかなと思います。では乾かします。はい、乾かしました。マスキング潰すと早くなるので、今思いっきり途中で潰して、手がこんなマスキングだらけになってるんですけど、このままビシャッと潰しました。そうすると早く乾きます。では、下塗りをしていきます。だんだん濃い緑にしていきたいと思いますので、まずですね、最初の下塗りが黄色で明るい色を出したいなと思うんですが、ホルベインの絵の具でリーフグリーンという、かなり黄色っぽいんですけど少し緑が入ったですね、便利な色があります。ホルベインの77番の絵の具です。これをちょっと使ってみましょう。ちょっと前回の動画で使った色なので、これを使ってみたいと思います。黄色だとね、ちょっと鮮やかすぎて処理が大変なので、このリーフグリーンを使ってみます。ではこれを塗ります。全体に全部塗っちゃいます。黄色に見えるんですけど、一応緑がかってますね。はい。
れを塗ります。でちょっと緑も入れましょう。そうですね。サップグリーンにします。サップグリーンをちょっと混ぜて、これもにじませます。で今リーフグリーンが濡れてるうちにサップグリーン入れましたので、これはウェットインウェットという技法になります。では一回乾かします。はい、では乾かしました。次にこのゴーヤの一番メインの色ですねを作って塗りたいと思います。これはまずサップグリーンとパーマネントグリーンナンバーワンを入れます。鮮やかな色になりますね。この色を先ほどマスキングしたものの右ですね、右側に塗っていきます。細かい作業なんですけど、これを塗っていきます。こう三角形のゴツゴツしたものの場合は、分かりやすいんですけど、右ですね、右側に入れていきます。この小さい方ですね、これこんな風にちょっとちっちゃいんですけど、右側だけ入れていきます。途中でなんだかよく分かんなくなっちゃうかもしれないんですけど、なるべく右に右にと入れていってください。光いろんな方から入りますので、そんなに厳密にやらなくても結構です。では一旦乾かします。はい、では乾かしました。次に筆を、このぐらいの筆ですねに持ち替えていただいて、丸筆の8号ぐらいだと思いますね。こちらの筆に持ち替えていただいて、一つ一つの粒の陰影を作っていきます。であまり難しくはやりませんので、この先ほどの緑にですね、ゴーヤの色です。ゴーヤの色に茶色とウルトラマリンを出します。で緑をですねしっかり暗くしていただいて、先ほどのこのマスキングと、この緑ですね、この周りを囲むような感じで陰影をつけていきます。でトゲですね、トゲが密集しているのでだいぶ、このイボとの陰影がね細かく入っています。囲む感じです。右側の部分ですね、右側をこうくるっと囲む感じにしてみてください。陰影もヘタの陰影もつけてしまいます。ではちょっとこれをぼかしてですね、今はっきり線になってますので、これを少しぼかします。
でぼかしながら色をですね伸ばしていく感じですね。イボを全部描いてるわけじゃないですので、これをちょっと伸ばしながらね、描いてないところにも陰影がつくような感じにしていきます。はい、今こんな風になっています。この、ね、今線が黒くついてますので、これをこんな風にぼかしてですね、で伸ばすんですね。こんな感じですね。ぼかすと色は伸びますので、それをちょっと塗ってないイボが描いてないところにも伸ばす感じです。入れていくっていう感じですね。でこの暗い陰影を伸ばしていくとね、だんだん自然になってきますので、はい、こんな風になります。はい、マスキングを取りました。ではですね、このマスキングを剥がした後のエッジがかなり強いので、これをぼかしていきたいと思います。ナイロンの筆です。水をつけてぼかします。ぼかす、ポイントはですね、このマスキングと隣の色ですね、このゴーヤの緑の色が入っているとこですね、そこの境目をぼかしてください。だんだん自然な光になってきたと思います。ちょっと一旦ここで乾かします。はい、乾かしました。今ですね、白い光の部分が大きくて、かなりこのイボが大きく見えますので、もう少し緑を入れて、このイボのね、ちょっと小さく見えるようにしたいと思います。で一番明るい色でやりますね。パーマネントグリーンナンバーワンと、イエローですね。黄色で
明るい色を作って、このイボに白いとこ全部潰すわけではないんですが、イボの少し真っ白のところをですね、少し緑を入れて白の面積を少なくします。あまり潰しすぎてしまうとせっかくできたこのイボイボがなくなってしまうので、弱くなりすぎてしまうので、少しですね潰す程度にしてください。マスキングをした白い部分に色を入れるというわけではありませんので、ちょっと間違えないでください。マスキングを剥がした後がですね、どうしても気になって色をね全部入れてしまうということが結構多いと思うんですが、それしてしまうとせっかくマスキングをした意味がねなくなってしまいますので、マスキングを剥がした後に焦って色を入れるということをしないようにしてください。はい、今はこのぐらいで結構自然になっているかなと思います。はい、アップにするとこんな感じです。今白いマスキングをしたところに、半分ちょっと緑をね、明るい緑を入れました。マスキングの白い部分を全部潰しているわけではありませんので、ここね先ほど説明しましたが気をつけてください。白いところ、マスキングをしたところに半分緑を入れてですね、白いところを残しています。そうするとかなりボコボコして見えると思います。で今まだねこのイボが大きいですので、もう少し暗い色を入れて整えていこうと思います。はい、では整えていきます。色はサップグリーンとウルトラマリンですねを足していただいて、これで少し暗めの色になるかなと思いますので、こちらの色でですね入れたいと思います。あまり暗くしすぎない方がいいかなと思いますね。かなり暗い色がもう先ほど入れてありますので、あまり暗すぎずの色で形を整えていきます。またこのトゲというんですか、イボの周りをですねちょっとこう整えてイボを強調するという感じです。この辺の大きいイボは少し潰してあげるとイボがね小さくなりますので、少しちょっと潰します。でこの辺とかもちょっと曖昧になっているので暗い色を入れてはっきりさせてみます。イボの周りに色をね入れていますので、イボを抜いてくださいね。イボの上に色をかけないようにしてください。でここに、茶色ですねを入れます。茶色を入れて、ここのお尻の部分をですねしっかりと暗い色を入れて形を整えます。でここにも陰影を入れます。少し濃くイボを強調してみます。暗い色をですねイボの周りに入れていくとどんどんイボが強調されていきますので、これは好みでもっとはっきりとイボを強調したいなという場合は暗い色をどんどん入れていただければ。ではですね、今このイボをボコボコするという
形を出すことだけ考えていて、全体の陰影についてはちょっと全然捉えてませんので、上から光が当たって下の方が暗くなるっていうのをやってないので、最後にちょっとそれを薄くかけていきたいと思います。で今は結構書き込んでますのでなるべく薄めにですね、さらっと陰影をかけたいと思います。色はこの影の色でいいと思うんですが、ちょっと赤っぽくしますね。ウルトラマリンとローズマダー足すんですが、ちょっとこの赤紫系を、さっきはこっちの紫なんでね、青紫系なんですが、赤紫系を作っていただいて、赤紫ですね。よいしょ。ここに、サップグリーンですね。赤は緑を足すと色が渋くなりますので、サップグリーンを少々足します。で、色をこんな風にですね、ちょっと渋めにします。でこれを薄めて、かなり薄めてます。そして、つけていきましょう。上からの光です。で気持ちいいイボを避けてください。イボはね、飛び出ているので光るんですよね。下の方にあっても光っているので、気持ちちょっと避け気味で。トントントンと置くような感じですね。あまりベタっとかけずに、薄い色ですのでトントンと。でちょっと少々イボを避けてかけます。でこの影の色を赤くすることで、この本体が緑なので色がですね結構暗く見えるんですね。どうでしょうか。結構暗くなったかなと思います。ちょっとこのイボ邪魔ですね。ちょっと色塗っちゃおう。ちょっと上の方の暗いところにもかけます。ちょっと暗い色を入れたいですね。バントシェンナとウルトラマリンです。暗い色でちょっとこの下の方ですね、もうちょっと暗くします。ちょっと赤だけだと暗い色が足りないので足します。はい、こんな感じですかね。はい、では乾かします。はい、では乾かしました。ちょっとこの辺の真ん中のイボが先ほどの全体の陰影をかけた時に潰れてしまったので、ちょっと足したいと思います。また、筆でですねリフトアウトします。この最後にですね潰れてしまったところに、白の絵の具を使って入れるとまたさらにピカッと光って綺麗だとは思うんですが、ちょっと白を使わずにねやります。白い絵の具はどうしてもですね使い始めると結構乱用しちゃう傾向がありますので、初心者の方は白い絵の具はね極力使わないようにして、何でも描けるようになったら白をねポイントに入れられるようになると思いますので、
そしたら使っていただければいいかなと、そんな指導をいつもはしています。はい、このぐらいですかね。あんまり出すとまたせっかくの陰影が意味なくなってしまうので、はい、こんな感じです。そしてここにね、お花の残骸があるので、これをちょっと入れます。イエローカーをちょっとこの辺の緑に混ぜていただいて、おまけみたいなもんなんで、ちょっとね気持ち入れたいと思いますね。この辺ですかね。なんか後ろ向きなのであんまり見えないんですけども、ローズマダーをちょっと足して、ウルトラマリンも少し足します。でちょっと陰影をつけます。なんかちょっと黄色も入れたいですね。可愛らしくなりました。はい、では今回は荒野を描いてみました。参考にしていただければと思います。